ブンブンハロー YouTube やめるといったヒカキンさんの挨拶を今日もしっかり使っていく回ログです。今日はですね、ざっくり解説の第3弾ということで、住宅ローンという商品についてね、解説していこうと思います。この動画はですね、あくまでもざっくり解説なので一般的なお話をしていきます。中にはですね、銀行によってはこういう違いがあるよとか、銀行によってはこういうことはやらないんだよみたいなものがちらほらあると思いますけれども、あくまでもそういうのを除いた大体こうだよねみたいな路線で話していきますので、そこだけご了承いただければと思います。改良銀行はですね、年内にチャンネル登録者数1万人を目指しておりますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、住宅ローンってご存知ですか？でね、銀行員の方々がよく見てくださってるチャンネルで言うのもね、なんなんですけども、住宅ローンというのはですね、家を買うためのお金を借りるローンのことです。新築の建物とかマンションとかそういうのを買うためにね、多額のお金が必要ですけども、それってね、なかなか現金で持ってらっしゃらない方が多いですので、そのために金融機関から、金利を払うのでお金を貸してくださいと言ってね、借りる商品、それが住宅ローンでございます。これはね、銀行のローンの中でも比較的ね、有名なローンというか、マイカーローンに並んで有名なローンなんじゃないかな、個人ローンなんじゃないかなと思いますけれども、皆さんの多分親御さんとかもですね、住宅ローンを組んでらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。ずっと賃貸で暮らすっていうケースもありますので、みんながみんなね組んでるものではないんですが、そのどういう家に住むかっていうのは本当に人それぞれだと思いますので、どっちがいいあっちがいいとかっていうわけではね、ないかなと思います。そんな住宅ローンなんですけども、僕も銀行員時代にはこの住宅ローンをですね、もういっぱい言っていっぱい実行してきました。なんだこれはなんか借り主に負担が大きいんじゃないかとかってね、思うこともあったりはしたんですけれども、この住宅ローンという商品非常に面白くてですね、一個一個紐解いていくと、ちゃんと銀行が損をしないように、商品として成り立ってるんだなというのが分かります。まずはですね、銀行はどんな人に住宅ローンを貸すのかというところなんですけども、返してくれる人にお金を貸すんですね。収入が多い人とかいっぱい借りてくれる人とか、お金に困っている人とか、いろんな属性はあると思うんですけども、銀行は一貫してお金をちゃんと返してくれる人に対してお金を貸します。なので、この人ってちゃんとお金返せるんだっけみたいなことを判断するために審査というフローがあるんですね。住宅ローンって借りる時の手数料ってすごく安いんですよ。だいたい3万円とか5万円ぐらいなんですね、手数料でかかるのって。3万5万の手数料なんか高いよって怒る人もいると思うんですけども、でも仮審査とかやって本審査もやってね、金商契約やって実行やってってなると、な人の工数がかかるんですよ。僕たち銀行員、僕もう銀行員じゃないですけど、銀行員がお客さんのとこ行って、僕が一人で審査して一人でなんか契約結んで一人で実行してってわけじゃなくて、それを保証会社に飛ばして保証会社に審査をしてもらってとかっていういろんな工数がかかるので、だいたい会社員一人を雇うのに1日1万円ぐらいはかかると想定すると、全部一人でやらないので、5万円は安いかなと個人的には思います。いろいろとからくりがあるんですけどね。という感じで手数料はすごく安いので、入り口っていう言い方あれですけども、敷居は低いんですよ。そんな住宅ローンなんですけども、実際にお客さんがですね、お金を借りるまでにですね、たくさんのフローがあるんですね。だいたい6個ぐらいかな。仮審査承認、本審査承認、金商契約実行、大きく分けるとこんぐらいのフェーズになるんですけども、この仮審査から融資の実行までの話っていうのは今回の本質は少しずれるので簡単に浅くさらっと説明するんですけど、仮審査っていうのは本当に仮の審査です。分かりやすく言うと、就活で履歴書を見てこの人入社できるかなできないかなっていうのをサクッと判断するみたいなイメージで、本審査っていうのは実際に、面接ではないんだけども、実際に、履歴書に書いてある会社に勤めてあるのかとか、本当に年収はこれだけあるのか、証明書を出してください、公的なものを出してくださいとか言ったりとか、過去にどっか延滞してないかとか、どういう家を建ててどういう土地を買って家の構造はどうなっててとか、そういう細かいところまでしっかりと審査をした上で、これは貸せるね貸せないねっていう風な判断をする、これが本審査なんですよ。なのでよく仮承認通ったのに本承認が下りなかった、どういうことだみたいなことをね、言ってくるお客さんがいたりとか、ネットにそういう書き込みがあったりするんですけども、銀行員からするとそれ当然なんですよね。多くはないですけれどもなくはないっていう、そういうものなんですよ。そういった審査を通った後に初めてそこでこの銀行で借りる借りない、じゃあ借りるんだったら金商契約っていうその契約書を交わしましょう。交わしたらいついつに建設会社に振り込むとか、不動産屋に振り込むみたいなことを銀行がするという、
そういうのが住宅ローンの一連の流れになりますと。ここぐらいのね話っていうのは普通の一般の方々とかでもね、割と知ってるところかなと思うんですけども、冒頭でも話しましたが、この住宅ローン大体35年ぐらいお客さんにお金を貸すわけなので、35年間、そして35年後にちゃんとこの人が遅滞なくお金を返してくれるのかっていうのはなかなか判断難しいと思うんですよ。ね、その未来のことが分かる人なんていないと思いますし、ね、それこそ地震があったりコロナがあったりとかっていろんなことが起きるのが世の中ですから、大金をね貸す銀行側からすると本当その何があるか分かんないのにお金貸して本当貸すだけで他何もしないとかっていうのは非常に怖いんですね。なのでいろんな保険みたいなものをつけます。大きく分けると4つです。はい、抵当権、保証料、団体信用生命保険、火災保険、この4つを銀行が35年間安心してお客さんにお金を貸せるようにするんですね。抵当権って何、保証料って何、団体信用生命保険って何ってなると思うんですけども、これもちょっとね一個一個説明していきましょう。まず抵当権です。これはですね、いわゆる担保と言われるものですね。じゃあ担保って何って話だと思うんですけど、何かの代償として物を渡すみたいなね、イメージそんな感じです。実際多分違うんですけど、そういうイメージですよ。なので住宅ローンで土地も買って家も買うってなると、土地と建物両方を銀行に担保として入れるんですね。お金全部返せなかったらこの土地と家売って返済金に充てるからっていう、そのための権利のことを抵当権って言うんですけども、これをつけます。この抵当権っていうのが少しややこしいのが、順位っていうのがあって、俺これ担保にする、私もこれ担保にするっていうのを何個か言うことができて、それが順位っていう風な感じでつくんですよね。一番最初に言った人、2番目に言った人、3番目に言った人みたいな順位がつくんですけど、これを銀行が絶対に1番じゃないとお金貸しませんっていうケースが非常に多いです。どういうことかっていうと、前に僕この人にお金貸すから土地と建物担保に1番にするって言うとするじゃないですか。そしたら銀行が「おい1番の人がおるやないか」と「俺らが1番じゃないと住宅ローン貸せないから1番の人をのかしてくれ」っていう風な話をお客さんにするんですね。のかしてくれっていうのはどういうことかっていうと、お金を返して抵当権を外せってことなんですよ。なのでよくあるんですけど、親御さんとかから土地を譲り受けてそこに建物を建てるとかそういうことをすると土地も担保に入れたいんですけど、お父さんがこの土地を担保に他のとこからお金借りてるんで、そのお金全部返してください、住宅ローン借りる前にっていうふうな話をされたりします。そのくらい保険をかけます。もう1番絶対この土地を1番に俺が担保に持ってじゃないとお金貸さないみたいな、そのくらいします。しかもこの抵当権というのをつけるのにお金かかります。司法書士とかに依頼をするんですけども、大体ですね借入額の 0.4% ぐらいだっけ、そんぐらいですねお金が発生します。これ誰が払うか、銀行がつけたいんですよ。銀行がここ俺が1番に担保するって言うんですけど、そのお金は借り主が払います。俺がここ担保にしたいからお前お金払えよみたいな、そういう感じなんですよ。怖いですよね。僕も住宅ローンの実務やってて、これってお客さん払うんだよなみたいな、それぐらいですね35年間にあたって数千万のローンを借りるとか土地を買って建物を建てるっていうのはそれぐらいリスキーというかお金がかかるもんなんですね。そういう抵当権というのはまず設定するので、土地と建物は銀行が俺がお金貸すから俺が持っとくみたいな状態になります。はい、そしてその上で2個目、保証料というものがかかります。保証料、何の保証ですかっていう風なお話なんですけども、さっきですね住宅ローンには審査があるっていう風な話をしたんですけども、この審査をするのって銀行ではなくて保証会社っていう、グループ会社だったり外部の会社だったりっていうのがそっちが審査するんですね。そこが審査して貸せる貸せないってなったらお客さんが初めて融資を実行してもらうことができるんですけども、そういう保証会社っていうのがつくんですよ。この保証会社どういう役割があるのかっていうと、例えば僕が銀行からお金を借りて何かあって返せなくなりましたってなった時に、銀行は「おいおいそれじゃ困るよ」ってなるんですけど、この保証会社っていうのをつけてると、甲斐さんのことを僕が保証していたので甲斐さんがしていた借金は私が返しますっていうふうなことを銀行にしてくれるんですね。なので返せなくなった僕の代わりに銀行に対して住宅ローンを返してくれる会社、それが保証会社です。そんなことがあるの？だったら住宅ローン返さなくていいじゃんってなるかもしれないんですけども、自分の代わりに保証会社が返したら保証会社から僕に対して請求が来ます。なので返さなくていいということは絶対に起きません。僕たちが返せなくなった時の保証ではあるけれども、それって
銀行がお金を全部返してもらうためにしてる保険なんじゃないのっていうね。でこの保証にかかるのが保証料っていうお金なんですよ。これも結構ですね高くて、だいたい一般的には借入額の 2% ぐらいですかね。そのぐらいを支払う必要がありまして、これ支払うの誰かっていうともちろん借り主です。銀行が俺がねお金借りるとしたら、カイ君がお金返せんくなったら嫌なんで保険に入りたい。保証会社がいいよ、うちが保険やってるよ。ああマジで、じゃあ保険入る。じゃあ保険料いくらになります。へえ払ってっていう風な感じです。面白いよね。銀行が自分たちの保険入りたいのにその保険料を借り主に負担をさせるという、そういう仕組みになっています。これはもうどこの銀行も一緒です。中にはねその商品というか連帯保証人がいれば保証会社いりませんとかっていうのがねあったりしますけれども、基本的にはもう最近は保証会社に入ることが多いんじゃないでしょうか。大体ね2000万とか3000万借りますから4、50万ぐらいかかってくるんですよ。この保証料ですね一括で40万ボーンって払わなくてもよくて、金利に何パーセントか上乗せすることで一括で借り入れする時に払わなくていいとかっていうのはあったりするんですけども、基本的には一括で払った方が安いです。3つ目、団体信用生命保険というもの。もうねすでにね抵当権と保証料でさ、この土地と建物は俺のだから何かあったら売るからなみたいなっていうのをやってて、保証会社もねつけてさらに生命保険に入らせるんですね。この団体信用生命保険というものに関してはもうほんとどこの住宅ローンでももうほぼ必須じゃないところの方がないぐらいなので、絶対に入らなきゃいけないんですよ。なんですけど保険料というのは死亡保障のみであればかかりません、基本的に。でこの団体信用生命保険っていうのが何かっていうと、その借りる人債務者が死んだ場合保険金をお支払いして住宅ローンを完済しますっていう、そういう保険でございます。保証料とか抵当権みたいになんかその追加でお金がかかるとかってことは基本的にないんですね。ただその死んだらだけじゃなくて、がんになったらとか三大疾病にかかったら住宅ローン完済させますとかっていう風な特約みたいなものもあったりするんですけど、そういうのに関してはね金利が上乗せになったりしますから、普通の保険と同じようにいろんななんかオプションをつければその分それはオプション料金としてかかりますと。これ男子入ってなかったらね亡くなったとしても債務が相続されて相続人に住宅ローン払ってっていう風なことになるんですけど、男子に入ることによってこの保険金で住宅ローンが完済できるように基本的になっているので、家族に迷惑がかからないようにするという意味でもこの男子という制度はですね個人的にはすごくいいものなんじゃないかなと思っています。4つ目、火災保険ですね。これはね抵当権つけた建物が燃えちゃったらさ、せっかく銀行が担保にしているのにそれがねなくなるわけですから、おい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 どうなって困んねんって話に、ね、なったりもしますので、火災保険に入っていただいて、もし家が燃えた場合にはお金が入るようにしといてねみたいな。この火災保険も基本的には家を建てていただく際にはどの債務者の方にも加入をお願いしているものですね。基本的には必須です。ここにさらに住宅ローンの金利がかかってくるわけなんですね。その住宅ローンの金利って本当安いんですよ。このマイカーローンとかフリーローンに比べると格段に安くて、最近だと安いところだと 0.2 何パーとかね 0.3 パーとかっていうところが多くて、今後その金利上がるかもねみたいな話は出ていったりしますけども、それでも本当に安いんですね。ここまでして金利も取るのかいと思うんですけども、これが銀行の収益になるところなので、収益なしでね、融資してくれっていうのはそれはできないことなので、お支払いするっていうのは当然のものなのかなと個人的には思いますけれども、この金利含めた5層構造で銀行はお客さんに住宅ローンという商品をですね提供して安全に収益を上げれるような仕組みにしているというわけでございます。なので住宅ローンをですね一概に借りるといっても、さっき言った抵当権の設定費用やらなんか登記の費用だったり保証料だったりね、その男子の生命保険もいろんな特約つければね金利上乗せになりますから、そういうのも払わなきゃいけないし、火災保険にもね大体10年ですか入らなきゃいけないし、手数料もねお支払いしなきゃいけないということで、すごく見えないお金がかかるんですね。家を建てるってだけですけども、そこにかかってくるなんかその他もろもろみたいな諸経費っていうのはたくさんかかってくるわけなので、この辺のねこともしっかりと知った上で自分は家を建てる時もしくはマンションを買う時に住宅ローンいくらぐらい借りればいいのかな、いくらぐらい頭金準備しとけばいいのかなっていうのを考えていただけるといいんじゃないかなと思います。ということでカイログ銀行はですね年内登録者数1万人を目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ショート動画ではいろんなわけのわからない動画を出してますので、そっちの方もぜひ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。カイログでした。バイバイ。